2024年個人 VTuber の私が買ってよかったガジェットランキングということでね、こんにちは、こんばんは、ワンワン系 VTuber のアマハポチです。こういうのって2024年中に出すんじゃないですかって思われますが、間に合いませんでした。VTuber として配信者として便利になったなと思うガジェットを紹介していこうと思います。早速ですが、まず第5位。肘置きクッション。ゲーミングチェアに変えてからすごい長時間ゲームしてても疲れなくなったんだけど、肩だけ凝るなと思ってて、最近気づいたんだけど、肘を置くところが低くて、キーボードを打つときやマウス操作してるとき、無意識に肘が浮いてて、多分その時に肩に負担かかってるんだろうなと思って、椅子の肘置きに取り付けてる高さを出す肘置きを買いました。これがね、予想的中。だいぶ楽になったし、長時間マイクラしてても疲れなくなりました。これね、簡単にね、取り付けできるんですよ。こう、マジックテープでペトペトってつけるだけで。なんかずれるんじゃないかとか思うんだけど、全然この裏の滑り止めもあって、そんなことなく、今んとこ今快適に使えてるんで、これ買ってよかったなーって思いました。第5位です。続いて第4位。スピーカー。普段ヘッドホンを使っていて、ゲームとか動画とか見てて必要性を感じてなかったのですが、ふと耳疲れたなと思い、ヘッドホンを外して無音でマイクラしてたんですけど、クリーパーに無事爆破されてまして結果スピーカー買おうと思いました。今じゃ動画見るときや配信外でマイクラやるときはスピーカーでやってます。今見たら2000円弱ですね。Amazon で。これでも安いなって思うんですけど、私は Amazon のセールの時に買ったんですが、購入履歴見たら1485円で私買ってますね。なので、もしなんか迷ってるとかあれば、セール時にちょっと覗いてみるといいかもしれません。そうすると結構お手軽に買えるかもしれませんね。音質とかもうそこまで悪いっていうわけじゃないです。すんごい低音がいいとかこだわる人には向かないと思うんですけど、全然マイクラとかのゲームとか動画見るぐらいでこだわってるのは、私ヘッドホンにはこだわってるんですけど、まずスピーカーにしてみたいなって人にはこれいいと思います。おすすめです。続いて第3位。5-in-1 デスクオーガナイザーですすごい今この題名すんごい長いんだけど、要するにこういう写真見ていただくと分かるんですけど、これ画期的でした。まず、小物入れが入りますと、よいしょ、ペン、リモコン入りますと、そしてマグカップ、コントローラー2つ、そしてヘッドホン、これがね置けるというセットでございます。私の配信来てる人は分かると思うんですけど、私よくも飲み物をこぼすんだよね。だからちょっとその飲み物をこぼさないなんか置物固定するやつないかなって探してて出会ったのがこれですね。私さっきも言ったんですけど、ヘッドホン使ってると。で、外した時に置く場所で、やっぱスイッチのコントローラー、プロコンですね。プロコン置く場所と、あともう一個パソコン用にコントローラー大体皆さん持ってるかと思うんですよね。それが2つ置ける。で、あとはペンとか、メモするときあるんでペンとか置いとけるっていう。これはもうデスク周りがこんなにコンパクトにまとまることあるかってぐらいですね。あとこう溝があると思うんですけど、これ場所の組み替えが自由自在。どこにもつけられるって感じですね。このモニターアームとかマイクアームとか同じような感じでこうデスクのところにネジで挟んで固定する感じですね。こうこういう感じで挟んでいくんですけど、こう自由にこう形を組み替えられる。だからシンプルに飲み物だけ置いてヘッドホン、コントローラーとか必要ない人とかねもできるし、取り外しもできるし、コントローラーとヘッドホンいろんな組み合わせができるし、最大この形ができますよっていう。私今この最大の形にしてるんですけどちなみに私はこう挟んであるところから同じく小物入れ
でその前側に、今この写真では開いてるんだけど、この前側にカップ入れで、手前側にコントローラーにこう置いてあって、下にヘッドホンっていう感じでセットしてます。もう最大の感じで置いてるんですけど、耐久性どうなのかと思うんだけど、全然耐えられてます。本当に今コントローラー2つと飲み物が入った状態のカップ、マグカップですね、とヘッドホン置いても全然問題がないです。折れそうとかもなく安定して使えてるので、もし私みたいに飲み物をよくこぼす方、これおすすめです。2000円以下だしね。おすすめですので、もしよかったら皆さんもこれでデスク周りをコンパクトにまとめてみてください。では続いて第2位、スイッチボット周辺機器。これはちょっとまとめて紹介しちゃうんだけど、買いすぎたから。まずスイッチホットハブ2、これを部屋の壁につけるだけで生きてるのが楽になる。本当に機能としては、もう部屋の温度や湿度がまず分かるね。この分かる、この上が湿度で気温っていう感じで分かるんだけど、それ以外にもうそれがもうサブで、もう何でも対応できるリモコンなんですよ。これテレビリモコン、エアコン、照明とかを登録することができるんですね。そうするとスマホ1台で全部の管理ができます。スマホからピッて押すと、もうピーって言って、今寒いなと思ったら暖房入れられるし、暑いなと思ったらクーラー入れられるし、だし、ちょっと暗くなってきたなと思ったら電気つけられる。スマホ1台で。だからリモコンがもういらなくなるんですよね。だからリモコンとかさ、なんか地味にさ、後ろでさ、電池とかさ、バンバンって言って、効かなくなったなみたいな。電池単3あったっけな、単4だっけなこれみたいな感じでめんどくさかったんだけど、ストレスがなくなりますね。全部スマホでいいから。で、しかも連携するものも多くて、シリさんに電気つけてって言えば電気つけてくれるの。私の場合はアレクサに反応連携していて使ってたりもします。だからリモコン探さなくていいし、座ったままパソコンで作業しながら、部屋暗くなってきたなと思ったら声で電気つけてって言うだけで電気がつきます。たまに配信中やってますけど。あとはですね、自動的に部屋の温度を、この湿度、温度、湿度、温湿度っていうので自動化ができるんですよね。だから部屋の温度が10度切ったら寒くなるじゃないですか。だからちょっと暖房入れてとか。だからその何時から何時の間に、例えば水曜日は家にいることがある、土日は家にいることが多いとか、そういう日だけの朝早い時間にもし10度以下だったら暖房を入れるとか設定ができるんですよね。これすごい便利だし、暖房入れた後に何時間後になったら切るとか、何度以上になったら切るとか、そういうところまでもできるんで、節電にもなるかなとは思いますね。つけっぱなしがなくなる。部屋の温度がもう暖かくなったら切れるとかね、そういう設定もできるんでおすすめです。で、これに合わせて玄関の鍵もスマートロックしちゃいました。これをね、玄関のその表が裏側、その自分で開け閉めする方、カチャカチャって、そこに取り付けると。で、外側にはこの指紋認証かパスコード、他にも開ける方法いろいろあるんだけど、いろいろあるのよ。ピッてタッチすると開くとかのこの機械を取り付けると。そうすることで鍵がいらなくなる。これもね、ストレスがなくなる。いちいちさ、家帰ってきて荷物持ってんじゃん。で、それでカバンから鍵探してガチャって開けてみたいな。いらない。もう指一本でピッてやればウィーンって開く。これいいよね。なんか世間怖いじゃん今。なんか犯罪とかがさ、なんか増えててさ、怖いなーとか思ったし、あれの前から思ったんだけど、これあれば自動的にね、閉め忘れもなくなる。もしこの時間帯に閉まってなかったら閉めるとか、そういうこともできるので、閉め忘れもなくなるし、鍵置いてきちゃったとか、そういうことがあっても自分の指が鍵なので開けられる。ちょっとなんか手汚くてなんか指紋無理だなって時も自分で設定したパスコード8桁かなを入れると開くとか、そういうやっぱ鍵みたいなのがやっぱ欲しいみたいな人は、そのカードとか持ち歩いてスイカみたいな感じでピッてやれば開くとかね、
そういうことができる。もうこれ導入してマジ良かったなって思いますね。だし、なんかご家族とかも指紋とか登録しとけば、鍵いちいち渡さなくても、合鍵とか作らなくても、指を登録しとくだけで入れるっていう感じですね。でしかもそのスマホアプリの方に何時にそのスマホ指登録してたらこの人が入ったよとか、そういう通知も来てくれるので、すごく助かってます。はい、これ買ってよかったセットですね。とりあえずこの2つスイッチボットセットですね。これマジでおすすめです。取り付けも簡単で、工事不要。両面テープでくっつける。けど両面テープだとちょっと剥がれちゃうことがあるので、私はちょっと磁石でもつくんですよ。玄関ドアって大体磁石対応なんで、そこでこの本体と磁石別にね、マグネット買ってくっつけたりしてますね。本当に貼り付けるだけで楽になった。もうストレスフリーです。これマジで本当に興味持った人いたらコメントして説明するから、ちょっとこれだけで枠終わっちゃうから次いきます。ということで次第1位いきます。はい、続いて第1位、オーディオミキサーヤマハから出ている ZG-02 です。10月ぐらいに手に入りました。ただ人気商品のようで今は欠品していますね。だいたい2万2,000-3,000円だったと思います。今ちょっと転売価格とかになってるかと思うのでご注意ください。 VTuber さんってだいたいマイクは AT2020、 オーディオインターフェースは AG03 って人が多いと思います。私もそうでした。今はマイク AT4040 にしてみたんですが、それよりも皆さん AG03 を変えましょう。絶対こっちの方が良いです。まず見た目、横16センチ、奥行き11センチぐらいです。色は黒のみ。機能もシンプルで必要なものしかないです。後ろにマイクとパソコンとスピーカー接続したりと、見た目がとてもスマート。機能としてはまずこの音量調節バーがあって、でこの左下ミュートボタンですね。マイクの入力音量がまず足りないなと、平均的に足りないなと思ったら、全体的に上げるこのゲインのバーがあります。で、この真ん中の上のボタンですね。これがスピーカーとヘッドセットの切り替えボタンで、この下が3つのエフェクトボタンで、この右の3つの回せるバーがあるんですけど、これが出力音量を調整できるノブ。これまた後ほど説明します。で、あと専用ドライバーもあって、そこでゲームごとにサウンドの調整などの設定もできたりします。まあ私はあまり使ってないんですけど、何しろ AG03 よりも音質と音圧が上がりました。これだけで買える価値はあります。そして何より重宝しているのが、ゲーム音とディスコードなどの友達の声、それぞれ音量調節ができることです。これですね、この3つのノブ。これが一番上のこのマイクとか自分の声を聞くかどうか。これも聞かなければ左に回せばいいし、聞きたかったら右に回せばいいし。で、この真ん中のこのチャットの吹き出しのやつですね。これが友達の声を調整できて、で、下がゲーム音の調整になってます。はい。で、ゲーム配信中に気にしなければならないのが音量のバランス。リスナーさんに対してゲーム音が小さいけど通話の音量はでかいけど自分はちょうどいいみたいな。これ以上ゲームの音を大きくしたら通話聞こえなくなっちゃうなとか、それを解決してくれるんですよ。これだからリスナーさんへの音量の調節は OBS にて、配信ソフトにて、で自分が聞こえる音量は ZG-02 で調整ができます。劇的に2024年の秋から配信の音質が上がってると自分では思ってるので、聞き比べてみてください。はい。
この真ん中の3つのエフェクトなんですけど、この一番上でそのゲームごとの設定がすぐ切り替えられる。で、真ん中のがボイスチェンジャーとかピーって入れる音とか、そういうのを自由に設定ができます。例えばこんな感じで声を押したら変えることができますね。自分声低めなんですけど、こういう感じで声変わりもできたり、あとはこう押してる間にエコーをかけたりとか、こういう感じでマイク芸ができます。これ楽しいですね、配信中にね。ということで2024年ベストバイでした。紹介した商品で使い方とか気になったものがあればコメントください。皆さんのベストバイも教えてください。ここまでご視聴いただきありがとうございました。2025年もよろしくお願いいたします。ワンワン系 VTuber の天葉ポチでした。バイバイ。